皆さんこんにちは。 e スポーツキャスターのしんいちょうです。同じく e スポーツキャスターのりんとです。今回 Xperia Stream for Xperia One Mark IV、 こちらをですね実際に試して皆さんに紹介していきたいと思います。では早速開封させていただきます。お願いします。まず箱開けまして、で中の白箱もオープン。そうすると包装されたものが出てきますので、こちらも開けて出てくるのがこちら、説明書も中に入ってますね。ということでこちらが中身から出てきた Xperia Stream でございます。こう持った感じ厚みがあるんですけれども、実際かなり軽くて、さらにこう背面にファンがついておりまして、下には4つのポケット、さらにグリップも滑りづらくなっているので、実際横持ちしてゲームをプレイしてもこうずれるっていうことがなさそうでございます。それでは早速こちら Xperia One Mark IV も装着してみたいと思います。お願いします。 Xperia One Mark IV を装着いたします。ということで実際にこちらが Xperia One Mark IV を装着した Xperia Stream でございます。どうですか、リンツさんも持ってみたいですか？しんいちょうさんだけどずるいじゃないですか。しょうがないな、今回だけですよ。いいよ、持ってみな。こんな感じですね。どうですか？本当にこの厚みがあることによって本当に持ちやすさ実現できてますし、僕本当細かいところなんですけど、この中指ですかね、ここにちょっとしたくぼみがあって、ここ指グリップするんですよ。なので本当に僕が5本指とか、あとはプレイヤーで多いのは4本指とかでプレイされる方多いと思うんですけど、ここをしっかりとグリップすることによってこの端末との安定感とか、ジャイロ操作する方も多いと思うので、そういうところの細かいところはね、本当プロ e スポーツチームのスカウトさんと共同で開発しているところが本当に出てるなっていうところありますね。そうなんですよ。というところで、本当にプロも納得する品でございますから、皆さんが使っても大満足だと思います。それでは、続いてアクティベーション設定の、方に移っていきたいと思います。Xperia One Mark IV を起動した状態で、Xperia Stream にこちら装着いたしますと、そうするとアクティベーションが出てきますね。そうするとゲーム以外にも、起動することができるような設定も出てくると。結構簡単に設定のも終了いたします。それでは皆さん早速 PUBG 起動してみましょう。ファンつきましたね。すごい、もう起動するとすぐうわーって、こちらの背面のファンが起動いたします。こちらの背面ファンなんですけれども、外の空気を取り込んで、その取り込んだ空気がデバイス全体を包み込むように空気が回ると。そして実際にディスプレイ面まで風を送り込みまして、この Xperia One Mark IV 全体を冷やすことができるという機能でございます。どうですか、リンさん、風もね、指で風感じてますよ。すごいんですよ。普通はやっぱり背面からしか冷やせないと思うんですけど、やっぱディスプレイを冷やしてくれる、さらに指でちゃんと感じれるぐらいの風を送ってくれてるってことで、本当にこれディスプレイも熱くならずにいいですね。これしかも実際こう指でもそこまで気にならないんですよ。風が出て冷えてるなぐらい感覚はあるぐらいなんですけど、別にプレイに支障はないのでバッチリですね。Xperia はですね、ゲームアプリをゲームエンハンサーというアプリケーションでこちらゲームを管理してるんですけれども、 UI の方も合わせて新しくなったということで、リンさん見てみましょう。ゲームエンハンサーから手を出します。いかがですか、リンさん？本当に見やすくなってますし、あと今いくつ FPS 値がどれだけ出てるとか、ラムの使用率はどれぐらいですよとか、あとはその端末の冷え具合、温度表記はないですけどゲージでしっかり分かりやすくなってるので、しっかり冷えてるんだなというのを目視的にも確認できますね。そうなんですよね。端末の情報を一目で確認できるのいいですよね。そしてなんとリンさん、この Xperia Stream のファンの回転数を自分で設定することもできます。基本的にはオートにすると端末の状況に合わせて自動的にファンの回転数が変わります。ただし、マニュアルにすると自分でファンの回転数を選ぶことができるので、自分でねこう最大にして常に涼しくしたりっていうこともできます。リンツさんには実際に PUBG モバイル今プレイしていただいてますけれども、どうですか？やっぱりこのイヤホンジャックがまず下側にあるっていうのが本当に良くて、この右手側が本当邪魔にならないんですよ。大体はこの右側から伸びてきちゃうので、この指の間にコードが邪魔になったりとかするんですけど、まずそれがないのが本当に快適でいいですね。重さとかはどうですか？全然気にならないですし、風が本当に端末冷やしてくれてるので、表面も本当に熱くならなくて持ちやすいですね。あと僕はこうジャイロとか入れたりするんですけど、どうですか、こう動かしてみてとか。全然重さとか重いとか何にもなくて、むしろその手にですね、フィットしてくれるので、むしろジャイロもやりやすいんじゃないかなっていうのはありますね。やっぱりしっかりグッと握って手にグリップさせてジャイロすることによって安定感とかそのブレっていうのが減ると思うので、そういうところも本当にいいですね、これつけることによって。なるほど。ということでリントさんには PUBG モバイルをプレイしていただきました。おしまいです。
終了です。終わり。一回終わり。もう終わり。終わりよ。時間あるからね、時間。はい。はい。実際にプレイしてもらいながらリンさんにはその解説だったりとか感想の方をねおっしゃっていただきましたけれども、実際やはり一番大きいというところでは背面ファン、こうディスプレイ全体を包み込むように風が出てきてこう冷やしてくれる。でプラスでポートもついてるっていうこのね全体のお得感っていうんですか。そういったところもプロゲーミングチームスカーズとね、競技に競技を重ねた結果生まれたというところもありますから、実際にねこれリンさん皆さん満足していただけるんじゃないですかね。間違いない。そのプロ選手がこれだったら本当に高いパフォーマンスが大会でも出せるっていうところを競技を重ねて作ってくれてるわけなので、本当にプロゲーマーがおすすめする一品ですから、ゲーマーの皆さん納得のできるものになってるんじゃないかなと思いますね。エクスペリアストリームの特筆すべき点は何といってもこのマルチポートでございます。こちら背面中央にですねオーディオジャック、HDMI、LAN、そして Type-C とこちら4つのポートがついております。こちらですねヘッドセットをつけて配信したりとかね、あとはこう HDMI をつけてそのまま配信するとどうしてもねこうジャックとかいろいろやってコードが鳴っちゃうっていうのをこうまとめられるっていうのがとてもいい点だと思いますけど、どうですかリンツさんなんかモバイルの配信よくされますけれども、実際どうですか今接続していただいてますけど、やっぱりその一番下にこの端末の下から全部統一されてるっていうのが本当に良くて、モバイルゲームってやっぱり持ちながらやるプレイヤーが僕含めてですけど本当に多いので、まずプレイ環境において右側から何も出てない、左からもそうですけどコードが何も出てないっていうのが本当に良くて、また一つにまとまっているっていうところで配信する時も本当にコードがまとめやすかったりするので、プレイ環境においてもまとめやすいおいても本当にこのポートいいですね。リンツさん、気がつきました？何ですか？実はこれこうやって置けるんですよ。こうやってちょっと置いて、こう YouTube とかもね眺めながら、しかも背面ファンもね起動できるっていうねちょっとしたこともできちゃう。攻略方法を調べたりとかね、いろいろありますから。ということで、ここまでご紹介させていただきました Xperia Stream 4 Xperia One Mark 4ですけれども、こちら冷却機能そして4つのポートを兼ね備えた唯一無二のゲーミングギアでございます。リンさんいかがでしたか？いやもう本当にこれを手に入れさえすればプロ選手が求める機能が自分の手元に来るということで、ぜひねチェックをお願いします。よろしくお願いいたします。ということで皆様の新しいゲーミングライフにグッドラック、ハブファン。